メダカ。こんにちは。前回までは種からまいたボトルアクアリウムの水草が成長し、水を入れて水質を安定させた後、初めて生態を購入し、3匹黒メダカを迎え入れました。購入時は体が細かった黒メダカも餌の食いつきが良く、朝1回の食事でお腹もふっくら出てきて、環境に徐々に慣れていきました。今回はその後のブッダボトルについて起きた変化についてお送りします。私がやっているボトルアクアリウムは大きな水槽に比べて水量が少なく、水質の悪化を軽減するため、週に一度3分の1の水替えをします。手動のポンプで水を抜いていきます。立ち上げ時からソイルに植えていたモンステラの葉が徐々に黄色く変化してきました。この辺で落としておきます。マグネット式のスポンジでグラス内側の表面の苔を掃除します。そしてろ過フィルターの掃除をします。これは月に一度行っています。水垢やぬめりを歯ブラシで取っていきます。きれいになったろ過フィルターを戻します。アクアリウムを始めて、こういった細かい作法みたいなものを一つ一つ積み上げて、生物の環境が整うことがとても楽しいです。水温を合わせた飼育水を入れていきます。そして枯れていく離れた葉っぱなどは取り除いて水質の悪化を防ぎます。バクテリア剤と水草のための栄養剤も入れます。すっきりきれいになった水槽の中を見て、気持ちいい感じになるかと思いましたが、気になるメダカが出てきました。他の子より動きが鈍くなっている黒メダカ、しばらく観察してみます。いいじゃんいいじゃん。1匹黒メダカ、餌やって2匹、ふよ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 ってしてるね。餌やって上の2匹がさ泳いどんのにさ、こいつぼーっとしとるな。ぼーっとしとるね。なんか、餌に食いつかんな。食べてないの？なんか変えたの？カゴの中。水を3分の1だけ変えた。これ普通の定例のあれなんだけど、元気ないな。あれじゃない？よく見ると頭の付け根あたりと尾びれに白いものが付着しています。調べたら水カビで、環境の変化などメダカが少しでも弱った時に傷などを負うと、そこから水の中にもともとある菌に感染し病気になるようです。初期状態の場合は薬で殺菌できるみたいですが、専用の薬剤がなく夜だったので、ネット注文でメチレンブルーと言われる薬剤を注文し、早期治療が必要とのことで、とりあえず1匹隔離して塩で塩水浴することにしました。
塩水浴は飼育水の塩分濃度を調整し、浸透圧への対応に使う体力を温存するということで、魚の持つ自然治癒力を高める効果があるそうです。薬剤が来るまでとりあえず自力で頑張ってもらいます。しばらくしてこのメダカちゃんは残念なことに星になってしまいました。この時は11月の末で暖かい日が続きましたが、時折寒くなり日々の変化が激しく、また水替え時の環境の変化や塩水浴をした時の変化が逆にストレスを与えたのかもしれません。原因は複合的ではっきりしませんが、一度人の手で環境を作るとなると相対的なバランスを取るのはなかなか難しいと思いました。日々メダカを観察していると、このボトルにあった個体数がだんだんと見えてきます。必要に追いかけ回すメダカや、逃げ惑い申し訳なさそうに隅っこにいるメダカなど、それぞれの個体差が行動と習性に現れてきます。自然の中では群れをなして集団行動をするメダカですが、ここ限られた空間では縄張り意識が芽生え、自らの遺伝子を残すため、オスは他のオスを蹴散らし、縄張りを守ろうと変化していきます。黒メダカが3匹いたこのボトルが2匹になって1ヶ月ほど経過した時、またメダカに変化が起きました。いつものようにまた追っかけ回してるなと思いましたが、以前とは違った雰囲気で、よく見るとなんと1匹のお腹に卵がついていました。すごいよこれ。やたら仲良く、ずっとなんかダンスを踊るみたいに2匹がさ、ダンスを踊るっていいね。そう寄り添っとるなって、なんか仲良しだね。今までそんな感じで見んかったけどさ、追っかけ回しそうな中で見とったけど、メダカの方の抱卵は初めてで、2匹になって寂しくなった水槽にまたメダカを入れようかとも思いましたが、どうやらこのペアの相性がいいようで、初の抱卵にとても嬉しくなりました。そうして時期外れですが、卵を孵化させる準備をして、しばらく毎日産み続けるのを楽しみに、今年の年末を迎えることになりました。この卵が孵化する様子が追ってまたご報告したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。見つけてくれるのかな。くれるといいけどね、運び出しやすいから。ね。